今回はみょうばんも砂糖も使わずに作るナスのわさび漬けの作り方をご紹介します。夏の食卓に嬉しいツンとしたわさびの香りが爽やかな一品です。ご飯のお供にもおつまみにもぴったりですので、ぜひ最後までお楽しみください。今回は長ナスを使って作ります。水ナスや長ナスは比較的皮が柔らかいと言われています。皮が硬いナスは口に残りやすいため、皮の柔らかいものを選ぶことが美味しいわさび漬けに仕上げるポイントです。水ナスや長ナスの他にも皮が柔らかいと言われるナスの品種はいくつかあります。購入するときにぜひ参考にしてみてください。大きめの長ナス2本で作ります。重さは約 400g。 小さめのナスの場合は3から4本で作ってくださいね。切ったナスをすぐに酢水にさらせるようにあらかじめ用意しておきます。水 500ml にお酢大さじ1。お酢の種類は何でも大丈夫です。ナスを洗ったら上のギリギリのところでヘタを切ります。ナスは結構上の方まで食べられるんですよ。硬いところが残っていたら取り除きます。縦半分に切ってから乱切りにしましょう。切ったナスはすぐに酢水にさらします。ナスのお漬物は色が抜けないようにみょうばんを使うことが多いですが、お酢を使うことでみょうばんなしでも綺麗な紫色が残ります。ナスの皮の紫色はナスニンというアントシアニン系の天然の色素によるものです。このナスニンは酸性の環境で安定しやすく、色が綺麗に保たれる性質があります。そのためお酢を入れることでナスの紫色の成分が安定しやすくなり、鮮やかな色合いが保たれるということです。上のナスが空気に触れないように落とし蓋や落としラップをしてこのまま10分くらい置いておきます。10分経ったら水気を切ります。水気をよく切ったらジップロックに移しましょう。お塩を小さじ1入れます。袋ごとよく振って全体に塩をまぶします。全体に塩がなじんだら袋の空気をしっかり抜いてそのまま15分ほど置いておきます。袋を使わずにボウルで作る方は落としラップをしてナスが空気に触れないようにしてください。水分が出るのを待つ間に調味料を合わせておきます。2倍濃縮めんつゆを大さじ3。前回2倍濃縮めんつゆの作り方を動画にしました。概要欄に動画を貼っておきますので、そちらもぜひご覧ください。お酢を大さじ2。今回は玄米黒酢を使っていますが、お好みのお酢を使ってくださいね。わさびは粉わさびを使います。チューブのわさびでも大丈夫です。
粉わさびを小さじ2杯入れます。辛いのがお好きな方は小さじ3入れてください。ダマにならないようしっかり混ぜます。15分経ちました。水分が出てきています。ナスをざるにあけて水気を絞っていきます。ぎゅっと強く絞るとナスが崩れてしまうことがあるので、手のひらで押すように程よい力加減で絞りましょう。手のひらでサンドするような感じです。絞ったナスをジップロックにすべて戻したら、先ほど合わせた調味料を入れます。空気をしっかり抜いたら口を閉じます。冷蔵庫で最低でも 3,4 時間ほど寝かせましょう。4時間寝かせました。ここで一度味見をします。わさびが少ないと感じたら、この時にプラスしてください。袋のまま保存しても、別の保存容器に移し替えてもどちらでも大丈夫です。完成です。保存期間は冷蔵で1週間ほど。ご家族の人数によっては半量で作っても良いと思います。めんつゆ、お酢、わさびだけとシンプルな味付けですが、これがとても美味しいんです。わさびがツンとして爽やか。おつまみにもぴったりです。乱切りにするとナスの食感が良くて個人的には好きですが、早く漬け込みたい時などは斜めの薄切りに切って漬けるのがおすすめです。薄切りにすれば 1,2 時間ほどで味が染み込みます。ミョウバンを使っていなくてもナスの色はきれいに保っていますが、3日くらい経つと色は落ちてきてしまいます。美しい見た目のまま食べきりたい方は少量で仕込んでみてくださいね。最後までご覧いただきありがとうございました。